れは玄罰撃て。飛び道具はありませんよ。試してみるか。どうだ。用意ですね。今のもこの山崎屋を狙ってきたということか。さあ何者だ。見ちまったか。言葉だけじゃ伝わらないものを一番伝えたいのはなぜ。靴底をすり減らして裸足でも止まれないのはなぜ。カバンの中に星空嵐の夜もそこにある。そろそろ旅に出ろ。ローバーに咲く花よ花よ。ゴロゴロ泥だらけ。胸を焦がす夜明け夜明け。そろそろ走り出せ。壊れるまで遊べ遊べ。踊ろうよ泥だらけ。胸を焦がす夜明け夜明け。気泡か。国友鍛冶が作ったものは見たことがあるが、これほど精密なものは。本当に木の民がこれを。木の民は古くからからくりの匠を持って近中にも仕えてきました。その中でもマスラオは別格です。そのマスラオはどうした。ここに連れてくるわけにもいかんでしょう。それに跡部や阿部を狙ったのはあいつじゃない。勘定奉行自社奉行様だ。気泡は山崎屋に収めたと言ったのだな。はい。山崎屋はわざわざ用心棒を頼んできたんですよね。用心棒だけでは足りず武器を求めたか。山崎屋が跡部や阿部を狙ったと考えた方が早道だ。だが理由はない。蘭学好きの跡部様たちはむしろ山崎屋の味方だ。鳥居様を狙うならまだしも。私が山崎屋に行きます。江戸源たちは様子を見て戻ることになっている。行かせてください。姉が山崎屋にいるって話も気になるか。いいよな、三の民は。うん？俺は木の民だ。なんでもいいよ。家にも土地にも縛られねえで、どこで暮らすもどこで死ぬも勝手だ。俺もそんな風に生きてみて。なんだよ。どこにでも生きられるってことはどこにも家がない、帰るところもないってことだ。
お前お酒はまだ早いだろ。男にしておくのはもったいねえな。そう。おい、これは。みんなのは向こうだ。旦那がこいつらにも食わせろとさ。早く食いな、たまらなくなるぜ。食えよ。ずいぶん親切なんだな。おい、これはよ。うまい。そうかい。そうだろうな。これは用意なしだ。私たち以外にも用意を食う者が。気泡に古き民、そして用意の肉。これは相当うさんくさい話ですね。ご満足いただけましたか。もうあんなうまいものを食べたのは初めてです。あれは一体何ですか？もしかして鶴か何かの肉ですか？ご覧になりますか。何ですかこれは？用意と言います。そのうちご紹介するつもりでしたが、あなたたちの部屋に迷い込むとは思わなかった。何のためにこんなものを？だから食べるためですよ。うまいものです。そしていつまでもなくならない。ご存知ですか？山で暮らす山の民、海で暮らす海の民、芸事で国を巡る学の民、いずれも町に住まず人別もない古き民と言われている方々は、死んだ用意の肉を見つけると至上の食としたそうです。そうか、用心棒たち、あれはみんな古き民。今の世ではあの方たちは訳もなく蔑まれます。あの方たちには人別はない。だから存在しないものとされている。町に来れば不眠として囚われ、寄せば送りにされる。しかしあの方たちは本当はお読みになったことはありますか？古事記伝？古きことの文、この国の一番古いことを記録した本があります。これはそれを分かりやすく読み聞かせてくださるものでして。神代についての本ですね。この本を書かれた本居宣長先生、そのお弟子で平田篤胤という大先生がいらっしゃいます。私はその方に学んでおりました。この先か。ああ、だが俺は行かねえぜ。商売のことを喋っちまったんだ。もしもの時は役に立ってもらうぞ。姉さんを見たのは確かにその寮の中なんだな。一度だけ庭から見かけただけで声もかけられなかった。用意にさらわれたようには見えなかったかな。どういうことだ？王子の寮で働くと聞いてたんだぞ。小笠原って侍の紹介で来た二人だろ。来た早々博打ですってんで、朝になったら消えてたんだ。才蔵さんが博打？というわけで俺に忍び込めというのか？それぐらい働いてもらっても場所は当たりませんよ。今馬が。行くぞ。日が暮れちまう。ちょっと。アビ誰だい？やっぱりアビなんだな。武蔵の山じゃ世話になった。武蔵。なんだあんたは。覚えてないかい？
覚えてないだろうね。それでいいさ。だが俺は覚えている。俺は三の民だ。違う。お前は三の民じゃない。あんたはここに来ちゃならねえ。平田先生によれば世界は雨、土、黄泉に分かれている。雨とは高間ヶ原、神のおわす世界。黄泉とは根の国、死者が暮らす世界。土とはすなわちこの世。それが古きことの文に書いてあるのですか？もちろん。土、私どもの暮らすこの世にかつて大国主という神様を中心に国つかみという神々が住まわれていた。ある時高間ヶ原から新たな神々が降りてこられた。これを天津神という。神官に神の講義か。国つかみは天津神にこの世をお譲りしてもう一つの世にお移りになられた。ここを隔離世、有名界と呼ぶ。それは町や人里を離れた三の民、海の民が暮らす場所。三の民が国つかみだったとでも？そう考えればなぜ町に暮らさぬ者がいるのかがわかる。そして私はこの世を元の姿に戻すべきだ、そう考えた。国つかみに再びこの世を支配させるというのか？あの方たちは神々だ。用意の肉は黄泉の国のもの、それを食らうは神の習い。あの方たちはこの世を変える。まずは江戸を追放された平田先生をお呼び戻しする。どうやって？命じた公儀の役人を殺す？鳥居陽蔵が真の狙いか？覚えていないだろうな。だが俺はもうゲロ。こんな山沢入っても何にもなんねえ。今年も米が取れなかった。殿さんに差し上げる米がねえんだ。これ以上田んぼを守っても生きちゃいけねえ。逃げるしかねえんだ。やばいな、食い物あるぞ。三の民だ。ここは三の民の住みかだ。おい、仲間を呼ばれる。とっとと消えろ。ここは村の者が来るところじゃない。あの時か。俺たちは戦うつもりはなかった。だけどみんな死んだ。その敵討ちか？違う。俺はあの時思った。俺も三の民になりてえと。なんだと？それで二内様におすがりしたんだ。二内姉さんを知っているのか？俺は金吉、どうした？知っているのか？アビ！あなたたちは何食わぬ顔で小笠原様のもとに戻り、そして私の手足として働いていただきますよ。お前の命に従うと思ってるのか？そうしなければもう食べられなくなるんですから。食べられなくなる？そうか。あんなうまいものがもう食べられなくなってしまったら。お願いだ、朝のあれをまたくだされ。それはあなたたちの態度次第。お願いだ。厳罰。いいか。私たちが用意を食べ慣れていることを知らないなら虜になったと思わせた方がいい。頼
あの人の言っていたことは本当なのか？三の民が国津神の末裔という話ですか？バカバカしい。確かにアビたち三の民は私たちと違う場所に暮らしているし、用意が黄泉の生き物で神の食い物だという話も理にかなっている。私はむしろ用意が国津神の末裔だと思っていましたがね。どちらにせよ今さら三の民に天下を取らせてどうするんです？彼らは今まともに人として扱われていない。それが本当は。まったく人使いが荒いな。あんたらの仲間は。お前は確か木の民のマスラを。頼まれてきた。屋敷の中が分かるのは俺だけだったんでな。今助け出すことはできねえが、ことづてはあるか？やったね。鳥？確かにそう言ったのか。ああ、あそこに集められた三の民や海の民の本当の目的は鳥居だそうだ。鳥居の命を。改革で贅沢禁止。からくりや祭りの出汁もなくなれと奴らは言う。鳥居などいなくなっちまった方がいっそせいせいするぜ。確かにな。もう一度山崎屋に行かせてください。どうしても確かめなければならないことがある。お前の姉か？姉は用意にさらわれたのだろう？俺にも分かりません。もし奴らの狙いが鳥居様なら必ずしも敵ではない。本気で言っているのか？阿ビと竜道は山崎屋の用意を改めよ。お頭は？私は行くところがある。おい、飯だぞ。お肉。もういいって。奴ら動き出したらしい。どうする？用意がいる以上私たちのお役目ですよ。そうか、山崎屋の成川がそのようなことをも。は奴は蘭学のみならず平田国学も学び、鳥居に目をつけられた男よ。鳥居を狙うというならわからぬではない。しかし跡部様や安倍様も。おそらくわしら二人を先に狙ったが、鳥居に油断させるためであろう。今も鳥居は自分が的とは思っておるまい。山崎屋に鳥居を打たせ、そのことを思って囲碁奴を我らの思うままに操れるか。そのお言葉には従えませぬ。小笠原、鳥居海の神、いかに悪辣非道の徒であろうと、それを殺すを見逃せば我らが殺したと同じことにございます。鳥居を守るというか。我らは用意の肉を食らいます。しかし心まで用意になっているわけではございませぬ。来たな、鳥居よ。アビ助かったよ。やはりもぬけの殻だ。そうだ、どうしてここにいる？鳥居海の神が狙われると告げたはずだ。だから来たのさ。今なら奴らは鳥居にかかりきりだ。お前は鳥居が死んでも構わないと？いいや、だが俺たちの役目は用意退治だ。ここに用意がいるんだろ？どこにいる？仕掛けが動かん。厳罰どいてろ！これか。違う。何です？こいつは担いをさらった用意ではない。姉さんどこだ？アビ。いいかい？
姉さんを。やっと会えた。アビ、私に任せろ。ゴーツクバリの成川に飼われてる用意か。どんな綾波が飛び出るやら。こいつは俺がやる。俺にやらせてくれ。アビ、姉さんはどこだ。しまった。とにかくこいつも始末するか。姉さん。姉さん、なんで。あれは姉さんをさらった用意だ。マジ。アビ。窓の外の空を見たら雲がハートの形に見えたよ。息を大きく吸い込めば心が大きくなった気がするね。愛とは何かなんてこの年じゃわかるわけないけど、いつの日かわかる時が来るのかな。窓から見える木の枝も葉も毎日毎日伸びてるよ。これからも伸びてくよね。こんな時にはこんな歌が似合う。自分の今思う気持ちを口ずさめ。愛しているという素敵に響く言葉が未来にいる自分をきっと今の何倍も大きく優しくさせてくれるのかもしれない。家を持たず法に縛られずどこまでもさすらう古き民の生き様。人はそれを自由と呼ぶのだろう。のたれ死にの自由と。18の話、さすらい人の楽園。